海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。このチャンネルは今日実際にこの手元のマシンで数字を測った実測会です。何を測ったの？ AI が文章を読む前に必ず通る地味な下ごしらえの工程、トークン化です。同じ GPT-2 の辞書でギガトークンは 11.9GB の英語テキストを丸ごと処理して1秒間に約 4135MB、比較用のハギングフェイスは先頭 100MB を処理して1秒間に約 37MB でした。100倍以上？出てくる答えの中身は同じなの？ツール自体に検証機能がついていて、比較に使った範囲の2万件超の文章全部一致でした。もう開発者のリードミーには最大1000倍以上速いって書いてあるんでしょ？私たちの112倍とだいぶ違わない？はい、開発者自身の数字と私たちが実際に測った数字、両方見比べていきます。これマジ？全部見せて。実はさっきの速度差の理由の一つは1文字ずつ順番に読む処理を CPU が一度に何文字もまとめて読める仕組みに置き換えたことにあります。なるほど。でもそもそもトークン化って何なのかまだよく分かってない。 AI の言語モデルは文字や単語をそのまま読んでいるわけではありません。文章をあらかじめ決められた部品リストの中の断片に切り分けてそれぞれに番号を振ります。モデルが実際に処理しているのはその番号の列だけです。部品の数ってどれくらいあるの？今回使った GPT-2 の辞書は実際に私たちが読み込んで数えたら5257個でした。一つの単語がそのまま1個の部品になることもあれば、長い単語や見慣れない単語は複数の部品に分割されます。つまり AI に何か聞くたびにその質問文がまずこの部品切り分けを通ってから AI の頭の中に入っていくんだ。その通りです。チャットで送るメッセージも大量の学習データも全てこの工程を必ず通ります。しかも普段は目に見えない全処理として扱われがちです。その部品リストって誰かが一個一個手作業で決めてるの？いいえ、機械的に作ります。大量の英語の文章を用意してよく隣り合って出てくる文字のペアを繰り返しくっつけて新しい部品にしていくんです。 T と H がよく隣り合うなら TH を1個の部品にするという具合に、これを何万回も繰り返して出来上がったのがさっきの5257個の部品リストです。でも普段 AI に話しかけるときこの処理が遅いなんて感じたことないよ。1回のチャットならどんなに遅いライブラリでも一瞬です。問題になるのは規模が変わった時です。私たちが今回テストに使った 11.9GB のテキストも一つのサンプルに過ぎません。 AI モデルを一から学習させる時の元データはこれよりずっと大きい規模のテキストを扱うことが多いです。1杯分のスープを作るなら野菜を切るのが多少遅くても気にならないけど、何百人分もの給食を毎日作る厨房だと切る速さそのものがボトルネックになりますよね。トークン化も同じです。1回あたりは一瞬でも大量のテキストを繰り返し処理する場面ではその一瞬の積み重ねが待ち時間や計算コストとして跳ね返ってきます。待ち時間に加えてお金の話にもなるの？あります。 AI モデルを学習させる計算資源は多くの場合クラウドで時間単位の料金を払って借ります。全処理に何時間もかかればその分ずっと料金が発生し続けます。下ごしらえにかかる時間そのものを削れればその CPU 時間や待ち時間を減らせます。費用全体にどれだけ効くかはシステム全体の組み方次第です。地味な工程だからって軽視できないんだ。今回のギガトークンはそこに正面から挑んだツールです。じゃあギガトークンは具体的に何をどう変えたの？開発者自身が GitHub で説明している理由は大きく3つです。1つ目はさっき少し触れた SIMD という仕組みです。多くのライブラリは文章を単語の塊に区切る最初の作業を汎用の正規表現エンジンに任せています。比較したハギングフェイスも TikTok ももともと複数スレッドで動くラスト製の実装です。その中でもこの区切り作業だけを CPU が一度に何文字もまとめて判定できる専用の仕組みに置き換えたのがギガトークンです。それをまとめて処理するようにしたのがギガトークンなんだね。 CPU には1回の命令で複数バイトを同時に処理できる専用の回路があります。ハンコを1個ずつ押す代わりに何個分もまとめて一度に押せるハンコに変えるようなイメージです。2つ目はキャッシュです。一度出てきた単語の断片は変換結果を覚えておいて使い回します。一から番号に変換し直す手間を省く仕組みです。ただ開発者自身もここが一番難しかったと書いています。よく出る単語はキャッシュがすぐ効きますが URL や固有名詞、誤字みたいに1回しか出てこない断片も大量にあってキャッシュ自体がどんどん巨大になっていくからです。覚えるほど速くなるのにメモ帳自体はどんどん太っていくんだね。最後はそのメモ帳を探す方が時間かかりそう。
まさにその状態を避けて、よく出る答えにすぐ届く形を軽いまま保つのが設計の肝です。3つ目は、Python と Rust のやり取りの回数を減らすことと、CPU のスレッド同士がいちいち連絡を取り合わないようにしたこと、呼び出しのたびに発生する小さな遅れを、とにかく削っています。Python とのやり取りってそんなに響くものなの？一回一回は本当にわずかな遅れです。でも文章の断片は、一つのテキストファイルの中に何百万個も出てきます。わずかな遅れでも、その回数分だけ積み重なると、無視できない差になります。これで実際にこのチャンネルのマシンで試したんだよね。どうだった？まず入れるところから、pip インストール、ギガトークン、これだけです。仮想環境の中で実行したら、依存ライブラリ込みで約7秒で終わりました。それは気軽だね。次に、readme に書いてある再現コマンドをそのまま実行しました。スタンフォード大学の CS336 という授業が公開している、ウェブ上の文章サンプルをダウンロードして、回答すると 11.9GB、これを GPT-2 の辞書で処理して、ハギングフェイスの結果と一致するかまで検証するコマンドです。112倍。さっき冒頭で言ってた数字だ。しかもちゃんと一致したって出てる。このマシンの CPU は、NVIDIA の DGX、スパーク実機に乗っている GB10 というチップで、ARMK の20コアです。ギガトークンの readme が載せている表だと、AMD の EPIC、9565という72コアのチップを2機積んだサーバー向け構成でハギングフェイス比989倍、Apple M4、MAX で1268倍という数字でした。あれ、私たちが測った112倍とだいぶ差があるね。同じ readme の表には、AMD、Ryzen 7、9800X3D という8コア16スレッドのデスクトップ向けチップの数字もあって、そちらは106倍でした。私たちの DGX、スパークの112倍は、倍率だけで見るとこのライゼンの106倍に近い水準です。同じ20コアでも、コアの中身は全部同じじゃないの？違います。DGX、スパークの20コアは、処理性能の高いコアが10個と、消費電力を抑えた軽量なコアが10個の組み合わせです。エピックやライゼンのように同じ性能のコアだけを並べた構成とは、そもそも中身が違います。今回はこのマシンにある20コア全部を使った上での、112倍という数字です。つまりreadmeの1000倍級は、ハギングフェイス相手ではちゃんと出ている数字で、どの CPU で測るかによって数字がだいぶ動くんだ。コマンド自体には、ハギングフェイスとの比較しか組み込まれていなかったので、TikTok との比較は私たちが自分で測りました。同じ辞書で 500MB 分を処理させたら、TikTok は1秒間に約 27MB、ギガトークンは約 3805MB で、私たちの環境ではおよそ139倍でした。readmeの TikTok 比較とは処理のやり方が違うので、あくまで私たちの測り方での参考値ですが、実はreadmeの表にも TikTok 相手の数字があって、Apple M4、MAX だとおよそ140倍、今回私たちが測った139倍と近い水準でした。自分で条件を変えて測ってみても、ちゃんと100倍を超える差が出るんだね。公開されている数字を紹介した上で、自分の環境でも実際に動かして確かめる、それを毎回続けていくチャンネルです。公開された数字と自分たちの実測、両方見比べたい人は登録して待っててね。これだけ早いツール、どこの会社が作ったの？マルセル・ロードさんというスタンフォード大学で ML システムを研究している博士課程の学生が個人で公開しているツールです。収録時点で GitHub のスターは1275個、ライセンスは MIT です。一人で作ってこれだけの速度を出してるんだ。しかも今回ダウンロードしたサンプルデータの提供元、スタンフォード CS336 という授業のアカウントなんですが、これはロードさん自身が教えている授業です。本人が教えている授業の公開データをベンチマークの材料にしています。自分の授業のデータで自分のツールを試してるんだ。と、GitHub の README には AI Use Disclosure という項目があって、ロードさん自身がこう書いています。へえ、AI で書いたコードなのかと思ってた。使った場面も具体的に書かれていて、利用者向けの API 作り、対応する辞書の種類を広げる作業、CPU の種類ごとに違う SIMD の書き方を移植する作業、コードの整理、そして最後の高速化調整に限定して使った、とのことです。この最後の調整だけで、速度がおよそ4倍伸びたとも書かれていました。Git 上の履歴でも確認できる、という書き方でした。今使ってるツールをギガトークンに入れ替えることもできるの？そこも作り込まれています。ハギングフェイスや TikTok と同じ使い方ができる互換モードが用意されていて、私たちが今回使った検証コマンドのように、出力が完全に一致するかを確かめる仕組みも公式に用意されています。
ただしリードミー自身も互換モードでは今回のような最大速度そのものは出ないと書いていて、対象のデータで確かめながら進める設計です。弱点もあるの？何にでも効くわけじゃなさそうだけど。リードミーには弱点も書かれています。センテンスピースという方式のトークナイザーはまだあまり最適化されていません。ワードピースというバート系のモデルなどで使われる別方式も見たようです。Windows もまだテストされておらず WSL を推奨とのことです。万能というより得意不得意がくっきりしてるんだ。トークンの数といえば AI コーディングの CLI ツールが裏側で実際どれだけトークンを使っているかを実測した回もあるので、気になったら覗いてみてください。あれも公式の説明に加えて自分たちで測った回だったね。今日のまとめです。ギガトークンは文章を AI 用の番号に切り分ける処理を正規表現エンジンから SIMD という仕組みに置き換えたツールで PIP インストールギガトークンだけで導入できます。リードミーの表だと最大1000倍前後だったけど、私たちがこの DGX スパークで測ったら112倍、TIC トークン相手だとおよそ139倍だった。 CPU が変わると数字も変わるっていうのが実機で確かめて一番納得できたところだね。センテンスピース系のモデルや Windows はまだ発展途上で、コードの大部分は AI を使わず手作業で書いたとリードミー自身に書かれています。GitHub の履歴を見ても開発者はロードさん一人でした。地味な工程ほど確かめてみる価値がありました。今日は地味な下ごしらえが実は速さの主戦場だったこと実機で確かめてみたよ。新しいツールが出たらまた実際に手元で動かして数字を確かめに行きますね。ミントでした。次はどんなツールを実機で試してほしいかコメントで教えてね。